こんにちは、ナースロボ、タイプ T です。最近のアップデートでミッションでのレアドロップが増加しました。そこで皆さんミッション周回は普段どのようにしていますか？実はレアドロップの影響で、ミッション周回の仕方が変化していることを知っていますかね？今回はミッション周回の仕方が2パターンに増えたという話をしていきます。早速、最新のミッション周回で注意することを説明します。今流れている映像はバーンハルトの簡単な方の追加調査です。従来ではエリアギリギリの行けるところまで駆け抜けるのが定石でした。最近ではこの方法は一部のミッション、特に上級バーンハルトのような、クリアするのに時間的余裕がないミッションのみでやるようになりました。それでは大多数のクリアに余裕のあるミッション周回はどうするのかというと、非常に簡単で、エネミーと遭遇したらすぐに倒すという方法です。これはできる限りレアドロップを狙うためです。各エリアの中ボスが高確率でレアドロップしますが、道中のエネミーでもレアドロップすることはあります。それを取りこぼさないためですね。特に8スキルになってから各クラスの火力が増加して、必要最小限のエネミー討伐だけでもエリアを突破できてしまいます。火力が高いので立ち止まっても、エネミーをすぐに倒せるのでタイム的にもあまり変わらないと思います。そのため1回の周回でできる限り多くのレアドロップを狙った方がタイムを短くするより効率的です。また、そのミッションでドロップする武器が必要なかったとしても、武器は比較的高く売ることができるので金策にもなります。そのため可能な限り倒せるエネミーは全て倒した方が良いですね。ですが必ずしもプレイしている皆さんがご存知とは限らないので、野良パーティだと、この空気を読んで駆け抜けるか殲滅するのか、どうかを決めた方が良さそうです。次にエネミーを倒す際に注意することがいくつかあるので説明します。まずエネミーを遭遇してすぐに倒さない場合があります。それはエネミーの置き部屋が隣接していてまとめて倒せる場合です。この時はどちらかのエネミー集団を引きつけてまとめて倒します。カーストノールなどではエネミーが全く別の部屋にいても、誰かが呼ぶ方法もありますね。この場合はバトルイマジンのスプーキーゴート等を使った方がより良いです。いずれにしても野良パーティではどうするかを雰囲気で決める必要がありそうです。最後にボスエリアでのエネミーを倒す順番についても気をつける必要があります。特にバーンハルト追加調査では、意識して動かなければ大抵ボスが先に倒れてしまいます。ボスを先に倒してしまうと、レアドロップが出ても拾えません。リザルト画面で黒い宝箱を眺めるのは悲しいですよね。この時ボスを倒す前に少し様子見した方が良いです。誰かが拾い損ねてしまうのは避けたいです。以上が最新のミッション周回で注意することでした。皆さんも少しでもレアドロップが増えたら嬉しいですよね。ここまでご視聴ありがとうございました。またね。